妻と私は誰もが認めるパワーカップルだった。10年間私はそれを愛だと思っていた。その幻想が打ち砕かれたのは彼女の愛人、年下の彼氏が彼女に内緒で私のオフィスに押しかけてきた日だった。その若者の傲慢さは息が詰まるほどだった。そのうちクレアは、お前のようなジジイを捨てて俺のところに来るぜ。私はどうでもよかった。むしろ、すぐに妻のクレアに振り向き、離婚すると告げ、会社から追い出した。すると突然、彼女は慌てふためき、愛人に私の前で土下座までさせ、許しを壊せた。1、顔も才能もないくせによくも10年もクレアを独占していたな。クレアはザ・ウォーターズ・エッジの別荘を俺にくれるって言ってるぞ。お前が欲しがってたのを知ってて俺にくれるんだ。そのうちお前のようなジジイを捨てて俺のところに来るのは時間の問題だぜ。レオは磨かれたマホガニーのデスクに手をつき、身を乗り出して見下すように私を見ていた。彼が言うクレアソーントンは10年間連れ添った妻だ。ほんの数日前、友人からさりげない警告を受けていた。クレアが新人の社員とかなり親しくしてるようだぞ。どうする？俺が始末しておこうか？彼はテーブルの上に写真の入ったフォルダーを滑らせた。そこに写っていたクレアとレオは過度に親密というわけではなかった。最も罪深い写真は、雨の中でレオが傘を差しかけ、彼の手がクレアの腰に触れているものだった。私はそれらを一別し、友人の申し出を断ることも受け入れることもなかった。10年も連れ添った者同士、そんな醜い手段に訴えるつもりはなかった。だから、彼女に3日間の猶予を与えた。レオとの関係を断ち切るための3日間だ。そうすれば何事もなかったようにすると伝えた。彼女は一瞬も躊躇せず、罪悪感に満ちた声で承諾した。心配かけてごめんなさい。私が悪いんです。そして今、彼女の愛人が私のオフィスで傲慢に振る舞っている。ザ・ウォーターズ・エッジは最高級の不動産だ。排他的でプライベートが守られ、秘密を隠すには最適の場所だ。クレアは愛人を囲うつもりなのか？レオを見て強い嫌悪感がこみ上げ、私は即座に決断した。私はスマホを手に取り、クレアにオフィスに来るように、すぐに来るように伝えた。レオは信じられないという様子で私を見つめ、やがて大笑いした。クレアを誰だと思ってるんだ？飼い主のいない野良犬か？呼びつけりゃ余計に嫌われるだけだぜ。彼を無視し、私はデスクの引き出しからタバコを取り出し、火をつけた。レオは大げさに咳き込み、図踊り自粛も私の手からタバコを奪おうとした。タバコの匂いは我慢ならねえ。消せ。彼の手が伸びてきた瞬間、私はタバコを2度弾いた。熱い灰が彼の腕にまともに落ちた。彼はキャッと声を上げて尻込み、正気か？という目で私を見た。このクソじじい、やけどさせやがって。彼は飛びかかり、私を殴ろうとしたが、私の自由な手が素早く動き、彼を床に叩きつけた。20年の格闘技の経験が、こんなおめかしのイケメン少年を相手にするのは造作もないことだった。彼が床でわめいているとオフィスのドアが開いた。レオの目が輝いた。彼は這い起きると、クレアの足にしがみつき、泣きじゃくった。クレア、やっと来てくれた。ジュリアンがタバコでやけどさせて、それから殴ったんだ。クレアは眉を潜めた彼女の苛立ちの典型的なサインだ。彼女は私を見つめ、その目には罪悪感と怒りが混じっており、まるで私が彼女の愛人を公然と痛めつけて面目を潰したことに激怒しているようだった。ジュリアン、彼は私の社員よ。いきなりそんな。やめろ。私は彼女の言葉を氷のような声で遮った。説教するな。
お前がアクセス権を与えなければ、彼が警備を突破できるわけがないだろう。クレア、俺はお前にここまでよくしすぎたんじゃないのか？付き合ってからずっと私は一度も彼女に大声を上げたことがなかった。たとえ彼女が失敗をしても、私が冷静に後始末をした。彼女を公然と恥ずかしめるような真似は絶対にしない。その一言が彼女の目に恥辱と怒りを走らせた。あんたは行き過ぎよ。レオは彼女の怒りを見て、すぐに火に油を注いだ。その通りだよ、クレア。彼は明らかに君を尊重していない。そうでなければ、そんなことは言わない。彼は、私に対する彼女の怒りを煽っているつもりだった。彼は、彼女が激しく彼の手を振りほどくとは思わなかった。誰がお前に物を言う許可を与えた？彼女はあざけるように言い放った。お前は何様のつもりだ？私に説教できると？驚きはしなかった。10年の結婚生活で私ほどクレアを理解している者はいない。彼女はレオを甘やかし、ペットのように寵愛することはできても、自分の利益を危険にさらすような真似は絶対にしない。私たちの結婚は恋愛であると同時にビジネスの合併でもあった。それが崩れれば、その影響は計り知れない。結局のところ、クレアが本当に愛しているのは自分自身だけなのだ。彼女が今私に怒っているのは、単に私が彼女の面目を潰したからだ。飼い主に断りもなく彼女の犬を蹴飛ばしたからだ。タバコはフィルターまで燃え尽きた。私は灰皿で押しつぶして消した。あいつを始末するのに3日間やったはずだ。私は淡々と言った。お前はやらなかった。クレアは数歩近づき、声を柔らかくした。私が悪かったわ、ね。あの子が気に入らないなら追い出してあげる。なぜわざわざ自分から彼のレベルにまで落ちるの？彼女は振り返り、冷たい口調で言った。あなた。上司に謝りなさい。レオは彼女を見つめ、そして私を見つめ、その整った目に涙を浮かべた。今すぐ。クレアは我慢の限界のように繰り返した。彼は手の甲で目をこすり、恨めしげな声で言った。すみませんでした。クレアはようやく笑顔を見せ、私の腕を優しくゆすった。ほら。謝ったじゃない。もうこの話は終わりにしましょう。まだ怒っているなら、他の女を探せばいいじゃない。お互い自由に遊びましょう。彼女は彼をかばい、ことを穏便に済まそうとしていた。しかし、私は目の中の砂は我慢できない。彼女に機会を与えたのは未練があったからだ。そして技術的には彼女は一線を越えていなかった。イチャつくことと不倫は別物だ。しかし今、私の決意は固まった。私は彼女の手から腕を引き抜き、嫌悪のこもった声で言った。自由に遊ぶ？お前にその資格があると？クレアは凍りつき、表情を硬くした。ジュリアン、あなたの方が有能なのは認める。でも、私もただの腰巾着じゃないのよ。会社の業務の半分近くを切り盛りしているんだから。私が折れてるんだから、それに乗りなよ。大人なんだから。一夫一夫制なんて幻想だってわかってるでしょ。私には今、金と地位がある。好きな男は手に入れられる。あなたのその態度は会社を傷つけるだけよ。彼女の声は一言一言鋭さを増し、最後は冷ややかな嘲笑で締めくくられた。それに、離婚して何の得があるの？図に乗らないことをお勧めするわ。私は椅子ごと回り、ため息をついた。私がクレアに惹かれたのは、あの激しい自信と勇気のためだった。私は彼女の誇りと才能を称賛していた。しかし、彼女は理解していなかった。会社は彼女の能力が及ぶ範囲をはるかに超えて成長していたのだ。
まだわかっていないのか？私は裏切りは許さない。私は一呼吸置き、声を潜めて言った。どれだけお前を愛していても、あんなゴミ以下の男にやすやすと身を任せる妻はごめんだ。クレアは拳を握りしめ、怒りで顔を真っ赤にしていた。私が安っぽいって言うの？彼女は私の襟をつかみ、その指の関節は白くなっていた。私の視線は冷静にレオから彼女へと移り、口元に嘲笑の笑みを浮かべた。お前みたいな虫けらと付き合うお前は一体何なんだ？クレア、話は終わりだ。明日、弁護士が離婚届を君のデスクに届ける。私たちは終わりだ。彼女の唇は震え、私の襟を握る手が緩んだ。彼女はよろめきながら後ずさりし、信じられないというように私の言葉を繰り返した。あんた、私と離婚したいの？認めないわ。私は冷たい眼差しを向けた。もう済んだことだ。お前に選択権があると思う根拠は？私は出席しなければならない会議があった。このようなメロドラマで会社全体が止まるわけにはいかない。私は立ち上がり、ドアの方へ歩き出した。クレアは後を追おうとしたが、レオが彼女の腕を掴んだ。クレア、今追いかけたら、あの男、君が彼なしでは生きられないって悟るぞ。彼は息を吐くように言った。君は素晴らしいんだ。好きな男は誰だって手に入れられる。あの老いぼれは君の価値が分かってない。それに、君は筆頭株主だろう？あいつをクビにして社長に一人でなればいいんだ。彼の言葉で彼女は実際に足を止めた。私は振り返りもせずに会議室へ入り、会議を始めた。2、家に着いたのは夜10時だった。私のスマホは絶え間なく鳴り続けている。クレアからだ。無視した。またかかってきた。そしてまた。ついに私は出た。ジュリアン。迎えに来て彼女は酔っ払ってろれつが回らず、背景の騒音は耳をつんざくような電子音楽の壁だった。最初の衝動は切ることだった。しかし、法律的にはまだ夫婦だ。彼女に何かあれば私の責任になる。私は鍵をつかみ、バーへ車を走らせた。個室に足を踏み入れた瞬間、バケツ一杯の水が私の頭上に落ちてきた。避けたが間に合わなかった。シャツはびしょ濡れだ。金属のバケツは床に転がり、クレアの足元で止まった。彼女はレオにもたれかかり、腕を彼の首に回して、反抗的な眼差しを向けていた。ジュリアン、離婚したいんでしょ？どうして私が電話したらすぐに飛んできたの？彼女はあざけった。大物のジュリアン賞さんも追い出せない野良犬同然の惨めな姿ね。レオは交渉した。野良犬じゃないよ、ずぶ濡れのネズミだ。ははははは。私は深く息を吸い、残りわずかな理性を保とうとした。引き返そうとすると、レオがソファから飛び起き、私の腕を掴んだ。行けって言ったか？彼はうなるように言った。今日は殴られたな。これで清算だ。彼の拳が飛んでくる。私はかわし、彼を床に投げ飛ばした。今回は手加減しなかった。彼は床に強く叩きつけられ、鼻血が一筋流れた。クレアが悲鳴を上げた。ジュリアン。また彼を殴るなんて。会社を追い出されたいの？彼女は手を挙げて私を殴ろうとしたが、私は彼女の手首をつかみ、払いのけた。レオが彼女にどんなでたらめを吹き込んだのか知らないが、明らかに効果はあったようだ。レオはよろめきながら立ち上がった。偉ぶるなよ、彼は唾を吐くように言った。仕事がしたくて必死で飛びついてきただけだろうが。クレアの一声で、お前は路頭に迷うんだぞ。私は乱れた襟を直していると、アシスタントが新しいシャツを持って到着した。
彼らの子供じみた挑発は少子千万だった。やってみろ私は言った。どうなるか。3。翌日、オフィスではみんなが私を見つめていた。私は冷静にオフィスへ向かったが、私の私物がすべてドアの外に積み上げられているのを見つけた。レオが私の椅子にだらりと座り、足を私の机の上に組んでいた。彼は私を見て口笛を吹いた。お前、クビだ。その時、クレアからの全社メールに気づいた。私の解雇を告げ、同時にレオを新 CEO に任命するとあった。昨夜の彼女の脅しを思い出し、笑いがこみ上げた。長年、私は陰で働き、こっそりと帝国を築き上げ、すべての功績を彼女のものにしてきた。彼女がパワフルなビジネスウーマンという夢を生きられるように道を整えてきた。そして寝て出世したと囁かれるのを防ぐため、私の関与の程度を誰にも知らせなかった。ほんの一握りの大株主だけが、誰が本当の実権を握っているかを知っている。クレアが現れると、彼らが押し寄せた。クレア。ジュリアンを解雇するなんてとんでもない。彼はこの会社の心臓だ。我々の要だ。その通りだ。彼なしでは我々はどこにも行き着かない。クレアの唇に冷たい笑みが浮かんだ。だから何？ここでボスは私よ。私の決定は絶対だ。文句があるなら、お前も出て行け。彼女は脅せば彼らが黙ると考えた。彼らはベテランで、簡単には脅されないことを忘れていた。ジュリアンがこの会社をゼロから築き上げたんだ。出て行くべきなのは君の方だ。誰が本当に働き、誰がただ乗りしてきたか我々はみんな知っている。株さえ持っていればいいと思っているのか？ジュリアンは君のためにこの会社に血と汗と涙を注いできたのに、愛人のために彼を捨てるのか？我々は投資を引き上げ、ジュリアンと共に立つ。株主たちは彼女を散々に責め立て、その言葉は鋭く容赦なかった。彼女は激怒しているはずだった。しかし、代わりに彼女は躊躇した。これほど多くの人々が私の味方をする中で、果たして彼女はこの戦いに勝てるのか？しかし、レオは待てなかった。クレア、これは一生に一度のチャンスだ。彼はせき立てた。この老害とも追い出せば、会社はすべて君のものだ。君は疑いようのない女王様になり、利益はすべて俺たちのものになる。